はい。この辺で釣らせてもらって大丈夫でしょうか。すいません。そうなんや。9時35分。9時35分ですね。これでやっとで釣りができるかなっていう感じです。これキープしてみようか。ちょっとキープ。ベラが遅いな。ちょっとこれ行きましょうか。魚めちゃくちゃいるけどね。僕の釣れていなかった大きな理由の一つはズバリ二枚塩です。実際僕が行くほとんどの海でですね、表層の潮が速くて、その下はゆっくりだったり逆方向のパターンになってたりっていうことが多いです。で、表層の流れが速く、その下も速ければこのように自然と流れていくんですけれども、表層だけが速いとこのような形になって浮きが先行して流れることが多いです。で、浮きが先に流れると良くないのか、どうして良くないのかというと、まず一つ目ですが、このように流していて蒔絵を打ったとします。潮がきれいに流れてくれるとこのように挿絵と蒔絵が同調して流れていくんですけど、浮きが先行するとこの蒔絵と筋がこうずれていってしまって蒔絵の帯から外れてしまうっていうことが起こります。2つ目ですが、浮きがこのように引っ張られて道糸だったりハリスが、引っ張られてしまって不自然な動きになって魚に見切られてしまいます。で、釣れない時は基本このように浮き止めをつけて、浮きを浮かせて、釣っていましたので、もろにその影響を受けていって、釣れきれなかったということが起こってました。で、逆に挿絵を先行させるとどうなるのか。挿絵先行はですね、魚がよく釣れるというふうに一般的に言われていますが、挿絵がこのように先行すると仕掛けが見えにくいので釣れやすいというふうに言われたり、諸説あるんですけど、僕が信じている説は一つありますんで、これから説明します。まずですね、潮の流れがこのように流れていたら、こちらが潮上、こちらが潮下、流れていく方向が潮下と言うんですけど、魚は習性的にですね、潮下側からこのように食ってきます。理由は潮が流れてくるので、エラに潮が入っていって呼吸がしやすいとか、プランクトンが自然にこう流れてくるから、こっちの方向から食っていくっていうふうに言われています。では話は戻って、挿絵先行だと何がいいのかというと、広釣りが信じている説は、食った時に、仕掛けの抵抗をあまり感じないんですけど、逆に浮きがこう先行していると、食った時に仕掛けだったり潮の抵抗がまともにかかって
違和感を感じることになって、基本全然釣れないということになります。二枚塩の対策として最近釣れるようになってやってることは全誘導沈め釣りです。ここの浮き止めを外してしまって、で、浮きの浮力を005にします。そうすると自然と沈んでいくので、仕掛け全体を沈ませて、上潮を突破して、そこの潮に合わせて一緒にきれいに流していくという、釣り方にすることによって、対策してます。いるね、いる。よし。24、5って感じですかね。足裏ぐらいかな。どんくらいかな。口太でした。はい。沖の方まで行かないですね。冷たいが行かないエリアがあるな。もう来てもいいと思うんだけどな。食ってくれ。有事の近い点を回します。これね、沈み方をちょっと早くする。やってくるんでどうせ。
おお、めっちゃでかい。28、これで28なんだ。対抗があるんでね、30超えたと思ったけど28でした。手前なんですよね。でかい魚がいるのかな。一気に散らばったけど。これ27、27ぐらいですね。27ぐらいです。ありがとう。ありがとう。これいいね。近くて。そう。ありがとう。そっか。よいしょ。取った。よし。お願いします。ありがとう。お腹こっぱや。ごめん。で、全誘導沈み釣りなんですけど、メリットがたくさんあるんですが、一つは自然に仕掛けが流れていくというのがあります。仕掛け全体が潮の流れと蒔絵と一体化して自然に沈んでいきますので、メジナや、チヌなどの警戒心の強い魚にも口を使わせやすく、食いしぶる時にも効果的です。もう一点は棚を固定しない、浮き止めを使わないので深さを固定せず、魚のいる深さに自動的に仕掛けを入れていくことができます。で、例えば僕がやってるよくホバリングと言われるものを使ってるんですけど、例えばエレベーターで言えば12階で
はい、止まります。ここでちょっと仕掛けを張って止めておく。で、何も釣れないようであればもう少し沈ませて止める、ホバリングさせる。でここにもいないとなったらまたさらに深く沈めてホバリングさせる。でここでクレがいればそこで炊くと、そういう感じで、前奏をですね探っていけるというメリットがあります。はい、前回の動画でも説明したんですけども、浮き止めをつけてない、浮き止め絞り玉を使ってないので、魚仮にくわえたとしてもスルスル状態なので特に違和感を感じずに、食い込みが良くなります。また、潮の流れや沈下スピードを意識する必要があるので釣りのスキルが向上しやすいというメリットもあります。レベルアップにはですね、今の僕にはもってこいの釣り方かなと思いますので、これからもですね全誘導沈め釣り、これを最大の武器としてですね、まずは磨いていこうかなと思っております。次はまた手前に寄ってくると思うんで、はい、いた、釣れてた。やべやべ、しまった。よし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 。引くね。そっちかな、そっちかな、そっちかな。よしよしよし。慎重にこう。これ気持ちかもしれない。いいんじゃない。よしよしよし。よし。よいしょ。よいしょ。浮いた。まだか。よいしょ。浮いた。もう絶対いったよ。29かよ。29.5。29.5 も。ずれてるの。合わせすぎたね。いやー、ちっちゃいですけどね、ちょっと当たりが止まりましたね。これか。ちょっとね、ありがとう。
よし。もうちょい来てほしいな、でかいのが。よし。ゆっくり落としてみようと。ごめんなさいね。もうやめですか？はい。ないですか？もう、はい。13時でやめようかなと。はい。30届かなかったですね。29が最高。でも口太やけんちょっと太っとるけん美味しそうだったです。